こんにちは、ゆりまるです。今回は丸底の巾着付き布バスケットの作り方をご紹介します。出来上がりのサイズは高さ15センチ、底の直径13センチ、巾着部分が10センチになります。丸底のシンプルな型紙で作りやすいので、よかったら作ってみてください。今回は外生地にダイソーのデニム生地を使用しました。生地をこちらの長さで裁断します。型紙を方眼画用紙を使って描くと描きやすいです。取っ手の作り方です。生地を中心に向かって長い方の両端を山折りにします。さらに山折りにして両端を2ミリのところで縫っていきます。縫い始めと縫い終わりは返し縫いをします。外になるパーツを作っていきます。表が中になるように合わせて縫い代1センチで縫っていきます。縫えたら外の底になる部分をつけていきます。ピアスにハサミやペンで印をつけておくと生地を合わせるときに合わせやすいです。こちらを半分に折るときは縫い目から半分に折って印をつけます。印をつけたところを合わせて待ち針で留めていきます。このように留まったら縫い目を割って水を縫い代1センチで縫っていきます。この時底になる部分を下にして縫うと縫いやすいです。もしも布がずれてもギャザーにして微調整すれば大丈夫です。縫い目はこのように割って縫っていきます。縫い始めと縫い終わりを3、4センチ重ねてこのように縫っていきます。取っ手を外生地の表につけていきます。バスケット口の上から5ミリのところ、縫い目のところから左右2センチ、取っ手の内側を合わせて縫っていきます。縫い始めと終わりは返し縫いをします。内側になるパーツを作っていきます。手順は外生地パーツの作り方と一緒になります。少し生地が薄い場合はゆっくりと縫うと縫いやすいです。外生地と内生地になる部分が縫えました。巾着を作っていきます。裏地に向かって1センチ、2センチのところで折って紐を通すところにアイロンを当てておきます。アイロンを当てたところを広げて左右にジグザグミシンをかけます。縫い始めと縫い終わりの糸は結んでおくといいです。表が合うようにこのように重ねて上のところから6セ
センチ下を縫い代1センチで縫っていきます。始まりと終わりを返し縫いをして、このように縫えたらアイロンを使ってきれいに縫い目を割っておきます。こちらをこの字になるように縫っていきます。返し縫いをしておきます。縫えたらアイロンを当てていたところをこのように戻します。紐が通るように端を2mmのところで縫っていきます。縫い始めと縫い終わりは返し縫いをしておきます。あとはこちらをつなげていくだけです。外生地と巾着を合わせていきます。巾着をひっくり返して外生地と巾着を中表に合わせます。縫い目を合わせて紐を通すところを下にして縫い代1センチで一周ぐるりと縫います。縫い始めと縫い終わりは 3,4 センチ重ねて縫っていきます。このように外生地と巾着がつながりました。次に内生地を本体に合わせていきます。内生地をひっくり返して本体の内側に入れます。縫い目を合わせて待ち針で留めておきます。返し口を7センチから8センチ開けて縫い代1センチで周りを縫っていきます。縫い始めと縫い終わりは返し縫いをします。縫えましたら返し口から生地を引っ張って生地を返していきます。この太字で閉じておきます。ここまでできましたら巾着を内側に少しずらしてアイロンを当てておきます。バスケットの口になるところを2mmのところで 3,4 センチ始まりと終わりを重ねて縫っていきます。今こちらを縫っていきました。最後に紐を通します。こちらで完成です。